こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python in Excel 第9回ハイパスフィルターの使用についてお送りします。ハイパスフィルターは低周波領域の周波数を除去するために使います。例えば筋電図を測定する際、体の動きによって混入する緩やかな雑音を除去するためなどに使用されます。ここにサンプルプログラムを紹介します。最初に使用するモジュールをインポートします。Pandas と NumPy、そしてハイパスフィルターに使用する cp.signal モジュールよりバターとフィルトをインポートします。次にフィルターを設定する関数を定義します。データは入力データを NumPy のアレイとして設定します。カットオフはカットオフ周波数を表します。fs はサンプリング周波数。オーダーはフィルターの次数。y は出力データを表します。8行目は内帰周波数を計算する式です。そして9行目で通過周波数の正規化を行っています。10行目ではバター関数を使用し、フィルターに使用する係数 A、B を求めています。そして11行で求められた係数と入力データをフィル関数に入れフィルターをかけます。その結果は y に代入されモード値として出力されます。こちらのコードはサンプリング周波数の生成パラメーターの設定とサンプルデータの設定、生成及びグラフ化のコードとなります。最初の1行から5行にかけて生成パラメーターを設定しています。そして9行目で乱数生成器のシードを設定し、10行目で時間軸の生成、12行でサンプル波形の生成を行い、13行目でこのデータをデータフレームとして変数で EF に出力しています。そして14行以降でこのサンプル波形をグラフ化しています。こちらがフィルターを適用する前のサンプル波形となります。大きく変動していることがわかります。こちらのコードはハイパスフィルターをかけグラフ化するものです。最初に2行目で先ほど設定したハイトパスアンダーラインフィルター関数を使用してフィルターを適用しています。そしてその出力をフィルタードアンダーラインデータに入力します。4行目ではこのデータをデータフレームとしてアウトアンダーラインデータに入力します。6行目以降はこのデータを用いてグラフ化するプログラムとなっています。こちらが先ほどのプログラムによって出力されたグラフとなります。ハイパスフィルターを適用したので大きな変動が取り除かれ、このようなグラフとなりました。以上でプログラムの説明を終わります。